これは私が浅村くんと初めて出会った日のこと。ファミレスでこれから家族になる人たちと顔を合わせるその時のほんの1時間前、語られたことのなかった物語。私がまだ綾瀬さんでしかなかった頃の物語。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。さっき、今日って放課後空いてる？微妙なところ。微妙って？夜はちょっと用事があって、遅くならなければ大丈夫だけど。夜に用事。ひらめいた！さては、男だな。半分正解。正解なの？冗談で言っただけなのに。と言っても、マーヤが想像してるような話じゃないけどね。ほら、前に話したでしょ。お母さんが再婚するって。ああ、その件か。でも、遅くならなければ OK なんだよね。まあね。渋谷の近くだったら全然平気。じゃあ行こう！レッツショッピング！いろいろと聞きたいこともあるしね。まあ、いいけど、なんだか嫌な予感がするな。そういえば、新しく増える家族はお父さんだけ？何その質問。物語の始まりによくあるじゃん。両親の再婚をきっかけに連れ子同士が惹かれ合うラブストーリー。ないから。へえ、つまんない。確かに向こうにも私と同じくらいの年の男の子がいるみたいだけど、間違いなんか起こらないよ。私そういうの興味ないし。さっきはそうかもしれないけどさ、一応気をつけた方がいいよ。さっきは美人なんだし、相手の方がついついその気になっちゃうかもしれないし。なるかな。義理でも家族なのに。そうじゃなくても、とんでもないモラハラ男かもしれないじゃん。しっかりと準備して、いつでも戦えるようにしといた方がいいと思う。それはそうだね。そうだ、サギって日記とかつけてる？たまに。どうして？毎日つけた方がいいよ。何かあった時に日記の記録は大事な証拠になるんだから。なるほどね。言われてみたら大事なことかも。新しい日記帳買ってみようかな。でも変なの。何が？新しい兄弟とのラブストーリーとか楽しんでたくせに、今度は相手がモラハラ男かもって。振れ幅激しくない？その瞬間、パッと湧いた感情に素直なだけ。素敵な恋が芽生える可能性も期待したいし、ひどい男がサキを悲しませるのも嫌。この気持ちに矛盾なし。まあ、マーヤなりに心配してくれたってことで、気持ちは素直に受け取っておく。ありがとね。いいってことよ。その代わり、もしラブラブ生活が始まったら、私にしっかり報告してね。始まらないってば。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。文房具屋で新しい日記帳を買った後、私は店の前でマーヤと別れた。この日記にどんな文章が綴られていくのか、今の私にはまだわからない。悲しい思い出で埋まるのなら、私はきっと新しい家族を恨むだろう。負の感情を和らげるためにも期待はしないでおくけれど、でももしも万が一にでもこの日記に素敵な思い出が記録されていくことになるのだとしたら、未来の私はもう少しだけ上手に笑えるようになっているだろうか。